ネオリゾート上空に到着。しかしセンサーに異常は見受けられませんね。気をつけて。その辺で一瞬だけど異常に強い生体エネルギーの反応が記録されてるわ。了解。怪獣消えちゃったんですかね。記録されるほどの強い生体反応だぞ。突然消えるか。そうですよね。あ、ご苦労様。怪獣なんて影も形も見当たりません。ひょっとしてセンサーの故障ってことは。センサーに故障箇所はありません。付近を衛星レーダーで探知しましたが、やはり怪獣らしい反応は見当たりません。引き続き監視と警戒は必要ね。そや、ちょっと待っててください。名付けてモンスターキャッチャー。この銃弾を怪獣に撃ち込むと特殊な粒子が発信されて、怪獣がどこにいてもこの小型レーダーで発見できるんです。今までのセンサーやレーダーみたいに見逃すことはもうないと言っていいでしょ堀井隊員、現地へ飛んで。う。了解。は？怪獣ですか？変わった音を聞いたとか何でもいいんです。気づいたことがあったら教えてほしいんですけど。いえ、そういうことは全然。どっかいっしょだ。怪獣が出てけへんことには鈴をつけるにもつけられへんわ。ほんまこういうとこは仕事で来るとこちゃうわな。陽介やないか。堀、ガッツでの活躍聞いてるよ。いや、こんなことないって。お、今じゃお前宇宙開発センターのエリートやじゃないか。本当は研究なんかよりガッツに入って現場で活躍したかったんだけどな。世の中運があるんやな。俺みたいな能天気な男がガッツに入れてお前が落ちたいからな。実力だよ堀。いや、君には発明家としてのひらめきとチームのムードメーカーになる明るさがある。大丈夫か。ほんまに医者呼ばんでええんか。あれ、さやか。涼介、また具合が悪いの？やっぱり病院で見てもらいましょう。僕のことはほっといてくれ。いやすごいな。涼介だけやない、さやかとも会えるやなんて偶然の一致やな。偶然じゃないの。はい、私、涼介を追ってここまで来たのよ。どういうこと？ 3ヶ月ぐらい前になるわ。突然涼介が訪ねてきて、最初はものすごく元気だったんだけど、だんだんと様子がおかしくなって。さっきみたいにか？ええ、ここで静養するって聞いてたから心配して来てみたんだけど。またあの発作だ。あの実験の副作用なのか。
何やってんだ。おう。俺より本部へ。ネオリドートのエネルギーセンターに怪獣出現。昨夜の生体反応はそいつのものね。今度こそ行方を見逃すな。了解。任しといてください。よし、全員出動。了解。部屋戻っとき。絶対外出たらあかんで。絶対やで。モンスターキャッチャーの威力見せてくれよ。頼んますせ。なんやなんやと。あ？消えよった。消えた。ほんまどこ行ったんや。お？早速反応や。まさかプールに怪獣が。なんや、涼介かいな。おい、もう体の変か。覚えてるか堀井。あ？ 5年前の勝負。何？息が続かず先に水面に出た方がさやかの恋人になる権利を譲るって。子供みたいだ。はいはい、そんなこともあったな。あん時お前に負けたけど今だったら絶対に負けない。俺はあれから生まれ変わったんだ。堀井隊員、モンスターキャッチャーの調子はどうだ。怪獣の追跡できたか。うん。じゃあ怪獣はどこに？その前に頼みたいことがあるねん。宇宙開発センターに勤めてる真田涼介の最近のことを調べてほしいねん。そんなことより今怪獣のことの方が。何も聞かんと頼むわな。おい、どうしちゃったんだあいつ。僕ちょっと行ってきます。ああ、堀井隊員、何かあったんですか？信じられんかもしれんけど、モンスターキャッチャーの反応があいつから出てんねん。あいつって真田涼介いや、メカの反応が間違っとんねやろ。でもひょっとしたらあいつ今度の事件に関わってるかもしれん。じゃあすぐ本部に連絡して。あ、ちょっと待ってくれ。実はあいつは俺の大学時代からの親友やねん。事実関係がはっきりするまで本部には内緒にしときたいねん。頼む。わかりました。すぐ調査します。食事前にちょっと海岸にでも散歩に行かないか。いいわよ。でも2人だけで話したいことがあるんだ。
はい、堀井です。真田良介局員のことなんですが、現在長期休暇を取っていることが分かりました。それに気になることが。なんや。宇宙開発センターに保管されていた隕石内から宇宙細胞エボリューが盗まれるって事件があったんですが、エボリュー細胞の研究スタッフの中に真田局員の名前が。エボリュー細胞。これを見てください。エボリュー細胞を移植された生物の能力は飛躍的に向上します。しかし大量の電気エネルギーを与えないと生き続けられなかったそうです。電気エネルギー。まさか涼介のやつエボリュー細胞。僕の両親は天才的な科学者で、いつもナンバーワンでなくちゃっていうのが子供の頃からプレッシャーだった。大学までは順調だった。でも大学時代2つの大きな失敗をしちゃった。一つはガッツに入れなかったこと、もう一つは君に振られたことだよ。それは違うわ。違うってどう違う？涼介、どうしたの？苦しいの？涼介、TPC の医務局行って調べてもらえ。僕は病気じゃない。お前、自分の体にエボリュー細胞を移植したんやないか。そうやったら強い副作用があるんや。そのままでは死んでしまうねんぞ。僕はいつでもナンバーワンじゃなきゃならなかった。だからエボリュー細胞。もうええやん。そない無理せんでももうええやろ、涼介。ダメだよ、今のままじゃ。ナンバーワンじゃない僕なんて誰も愛してくれない。涼介、違うわ。堀井君は足も短いし太ってるし、つまんないギャグ言うし、欠点だらけの人間よ。でも欠点だらけでもみんなから愛されてる。お前たち僕の気持ちがわかるか？わかるよ。わしら友達じゃないか。わかるもんか。小さい時からずっとナンバーワンでいなきゃならなかった。俺の気持ちが分かってたまるか。涼介、大丈夫？ネオリゾートに怪獣出現。ガッツウィング出動。大吾、新庄、ホテルの客を避難させる。援護を頼む。了解。堀井君、止めて。あれは怪獣じゃなくて。堀井や、攻撃するのやめてくれ。あいつは怪獣ちゃう、人間や。人間やね。まさか。
なぜだ。ウルトラマンティガはなぜ反撃しない。ウルトラマンティガーは分かっているのかもしれないわ。エボリューが人間の変身した怪獣だということを。ウルトラマンティガは怪獣エボリューの電気エネルギーを全て受け切り、エボリューが人間の姿を取り戻すのを待った。陽介、誰にでも心の闇はあるわな。お前は心の闇を開いてしまっただけの人間や。ゆっくり眠れよ。もう誰とも競争せんでええやろ。君の待つ明日へ。美が愛こそ今必要。美が地球を見つめてくれ。かつて人類が続けた海洋核実験。海に残った放射能が怪獣レイロンスを生み出した。次回ウルトラマンティガ深海からの SOS、お楽しみに。